こんにちは。行政書士社会学研労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は外国人関連としてですね、技能実習制度、昨今問題にはなっておりますけれど、こちらの発展的廃止、そしてこの廃止に伴って新しく作られる新しい外国人就労のための制度についてご紹介をしていきたいと思います。外国人労働者のために作られる新しい制度は育成就労制度、当初はですね名前が違って2点3点はしましたけれど、育成就労制度というものが創設されることになりました。昨今はですね技能実習制度の批判が非常に高まっている状況ではありますけれど、一方で人手不足によって労働者が採用できないといったところもありますので、そういったところも踏まえてですね、新しく育成就労制度の方が作られてスタートをしていくという形になっております。今回の概要ですけれど、人手不足といったところは置いといてですね、そもそも技能実習制度とはどういったものなのか、そしてその技能実習制度、非常に批判が多いところではあります。この批判ですね、問題点を解消するために2019年に新しい制度を作った。こちらがですね、特定技能制度と言われるもので、技能実習制度における問題点を回避するために特定技能制度を作ったのにですね、やっぱり技能実習制度は問題で、問題点が解消されないということになって、最終的には技能実習制度は廃止と。そして育成就労制度というのが作られることになったという話になります。そして最後に注意点とまとめという形になります。まずは技能実習制度について見ていきたいと思います。技能実習制度につきましてはですね、当時日本が海外にどんどん進出していく、特に東南アジアに進出していく中でですね、海外の現地法人で現地の方を採用していく上で、日本のやり方、技術、ノウハウ、経験等を教育するために日本国内に呼んで勉強をしてトレーニングをして現地に行ってその技術ノウハウを生かしてもらうという形で社員教育として使われてきたものになってきております。それがですね1993年に制度化をされまして、技能実習制度としてスタートをしているといった状況。この技能実習制度のお題目大義名分は国際協力の推進という形になっております。そして皆さんがご存知の技能実習制度が国際協力なのかというと、そう思っている方はほとんどいないのではないかなというふうに思います。この技能実習制度につきましては、単に労働力を海外から受け入れるといった形になっているのが実情ではないかと思います。そういったところも受けましてですね、この技能実習制度につきましては問題点がかねてから指摘をされているといった状況。皆さんご存知の通り、イメージ通りですね、技能実習の目的、国際協力の推進なのかといったところですけれど、こちらの目的が形骸化をしていると。そしてさらに、人種差別的なところもありますけれど、賃金の未払いだとか人権侵害が横行している。そして何よりもこの技能実習制度というのは、この技能実習制度大きく3つの区分に分かれておりますけれど、トータルでも5年間でしか最長、技能実習制度を利用できないので、5年経ったら帰国をしなければいけないという形になります。そういった意味で長期的な労働力確保にならないといったところもある。そんな中でですね、そうは言いつつも、もうこの技能実習制度スタートをして、今現状ではですね、年間40万人を超える外国人技能実習生を受け入れているという状況になっておりまして、非常に重要な大きな制度になっていると。ただ、やはりこの問題点がありますので、この約30年にわたって運用してきた技能実習制度ではありますけれど、廃止が決定をしたといった状況。この技能実習制度につきましてもですね、職種としては約88、作業としては161に細かく分かれておりまして、それぞれの作業に、マッチした、業務しかできないという形になっております。
それでもやはり年間40万人の方が日本に来て技能実習をしているといった状況で、外国人労働者、以前も動画でご紹介をしましたけれど、もう外国人労働者が200万人を超えるといった状況の中で、外国人技能実習生が40万人という形になりますので、全体の 20% を占めるほど大きなものになってきているといった状況ですが、30年にわたり運用してきたこの制度は廃止という形になっております。一方ですね、それより以前にこの技能実習制度の問題はもともと指摘をされていたところではありますので、こういったところの部分を解消するために作られたのが2019年になりますけれど、特定技能制度という形で、実質労働力の確保じゃないかといったところもありましたので、特定技能制度は人手不足な産業において即戦力となる外国人を受け入れるという形で、労働力の採用というのが明記されて、人手不足産業ですね、今現状は12分野になりますけれど、外国人を受け入れていくといった形。ただですね、一定の専門性技能を有している即戦力となる外国人を受け入れるという形でなっておりますので、こちらの特定技能制度をゼロから利用しようと思った場合は試験を受けなければいけないといった状況で、非常にハードルが高いという状況ではあります。そしてこの制度ですね、創設当初につきましては5年間の目標で35万人という目標を掲げておりましたけれど、2019年に制度が創設をされて、翌2020年に新型コロナウイルス感染症が流行した関係もありますので、今現状はですね、約20万人が利用という形になっております。そしてですね、特定技能制度につきましては1号と2号という形になっておりまして、1号は相当程度の知識や経験、2号につきましては熟練した技能という言い方になっておりますけれど、そういった方がですね、1号につきましては5年間、2号につきましては実質的には無制限という形になっております。当初は2号はですね、2分野だけだったんですけれど、今現状は11分野ですね、2号まで進めるといった状況ではありますけれど、この特定技能、結果的にはですね、蓋を開けてみれば実質的には技能実習制度の延長でしかなかったという状況にもなっておりまして、そもそも技能実習制度の問題解決になっていないといったところもあります。ただですね、この特定技能制度につきましては、労働力不足を補うという大義名分で作られているものになりますので、労働力として確保ができるものになってきている。そしてこちらにつきましてもですね、閣議決定された部分ではありますけれど、今現状12分野はですね、4分野追加をされてどんどん拡大をしていくといった状況になっております。そんな中でですね、技能実習制度の根本的な問題点が解消されないというところになってきておりますので、やはりですね、技能実習制度は廃止といった形、もともと国際貢献と人材育成といったところで、技能実習制度はスタートをしておりましたけれど、今後はですね、こちらを廃止をしていって、育成就労という形で人材の育成と人材の確保を重きを置いて制度としてスタートをしていく。そして技能実習が1号、2号、3号と全5年間終わるとですね、特定技能という形に移る、もしくは2号からも移れましたけれど、特定技能の方に移っていくという形になりましたけれど、育成就労の方もですね、こちらも3年間、終わったところで特定技能制度に移行するという形になっておりますので、個人的にはですね、育成就労制度なんていうのを作らなくても特定技能05なんじゃないかというふうには思っておりますけれど、新しい制度が作る。そしてですね、この目的につきましては、特定技能1年、特定技能1号に3年間で育成をしていって、特定技能1号に持っていくと。そしてですね、技能実習制度の問題点の一つとして転職の問題がありました。こちらにつきましては、1年から2年で同業種に限りかという形で、できるのかできないのかよくわからないような制度ではありますけれど、やはりですね、転職が簡単にできてしまうと、地方から都心部に人が流れていってしまって、長期の雇用ができなくなるという批判もありながら、日本人は転職ができるのに外国人は転職できないのかといったところもありますけれど、そういった形での決着が1年から2年間で、同業種に限りかと。またですね、この育成就労制度につきましては、技能実習と同じように管理団体、組合さんが関与しなければいけないんですけれど、こちらに関しましても独立性確保の観点から外部監査人の義務付けと、私も管理団体の、外部監査人をやっておりますけれど、やはり今後ですね、外部監査人の位置づけが非常に重要になってくると。
そしてですね、今後そういった形で外国人労働者が増えていく形で、永住申請も今後増えていく一方でですね、こういった形で緩める一方で締める部分も出てくるという形で、永住許可ですね、こちらに関しましても、税金等の滞納している場合はですね、永住の許可の取り消し制度というのも創設をしていくという形で考えられている。またさらにですね、不法就労助長罪ですね、不法就労した外国人本人ではなくて、それをサポートした、黙認をしているような、いわゆる会社さん、雇用主に関しましても、今現状は、罰則としては3年または300万円なんですけれど、こちらを、さらに引き上げていって5年もしくは500万円以下の罰金という形で厳罰化を進めていくといった状況になっております。そしてまだ育成就労制度については詳細出ておりませんけれど、やはりこちらですね、先ほどお話をした通り3年間で特定技能1号に持っていくと、そして特定技能1号に持っていくのが目的なので、その業務の従事範囲というのは特定技能と同じにしていくと。そして分野ごとに受け入れの上限というのを設定をしていくという形になっておりますので、この上限の設定というのもよくわからないんですけれど、上限を設けていくと。また、転籍に関しても1年から2年で可能という形で、そういった形でですね、育成就労制度は今後、作られていくと。2027年からスタートをするというふうに今は言われております。そして、最後に注意点とまとめになりますけれど、2027年からスタートという形になってきますので、そこからスタートをして、技能実習制度に関しましては、このスタートと同時に3年間の猶予期間を設けて、2030年で、廃止をするという形で考えられております。で、今後につきましては、外国人労働者、5年間で35万人だったところは20万人といったところで、目標達成できませんでしたけれど、今後につきましては2024年から2028年の中で、育成就労というわけではありませんけれど、外国人労働者は82万人を受け入れていこうという形で、政府は発表をしております。やはりですね、今後外国人労働者ですとか、居住者というのはどんどん増えてきますので、会社としても、労働と生活の両面からサポート支援体制を構築していってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。